さあ始まりました DIY の時間です。今回の DIY は漆喰。今回やるのはこちらの壁。この壁に漆喰に墨を混ぜて塗っていきたいと思います。ちょっとね詳しく見ていきます。現状はこんな感じで、石膏ボードですね。石膏ボードが今貼りっぱなし状態になっています。緑が綺麗ですね。こう山を背負ってる感じですよね。こういうねところをパテ埋めして、その上から漆喰を塗っていきたいと思います。反対側がこんな感じですね。向こうの面も漆喰を塗っていきます。この前したロフト。今回使うのは田川産業さんの 100% オーガニック漆喰、ぬりぬりですね。じゃ早速揚げていきます。めっちゃ手紙みたいなの入ってますね。結構真空っぽい感じで入れてくれてますね。よいしょ。これシーラーがついてますね。下地調整剤です。これで 18kg ですね。それでは作業手順としましては、まずついちゃいけないところにマスキング、あとね床の養生をして、その次にパテ埋めをして、その上からシーラーを塗って、その上からさらに漆喰を塗って1回2回と塗って、最後デザインをつけて終了という作業手順でやっていきます。じゃーん。今墨を今まさに粉にしているところです。こんな感じでテロリストではございません。粉がね、これなんか薄みたいなんですって。粉々にしている状態で、これが取れ高。めっちゃ柔らかい。粒子が細かいですね。ちょっとずつ出てきてますね。さあこの墨が漆喰に混ざるとどうなるんでしょうか。楽しみです。それではまずマスキングをしていきます。マスキングはこの窓の桟とか天井の幅木ですね。幅木の下の部分、あとこの床のところね。マスキングテープを貼るときにこの漆喰の厚みの最後の仕上がりの厚みを想定して、ここに隙間を空ける必要があります。今回ねちょっと厚塗りにしたいので、5ミリぐらい今回開けてます。マスキング完了です。養生するときにこういう微妙な隙間ですねを開けてしまうと、ここにちょうど漆喰とかが落ちて、落ちるとなかなか拭いても取れないので、こういう隙間はこのマスカーっていうね、このテープとこのナイロンの部分が一体化されているマスカーというものを貼っていきます。それではパテ埋めやっていきます。今回使うのはタイガーパテですね。ちゃんとなんかこの虎の絵が描いてますね。でこのタイガーパテを水溶きをするんですけど、4kg に対して2リットルから 2.5 リットルの水でペースト状にしていくということなんで、まずねちょっとずつ、あんまりたくさん作るとね大変なんで、目分量ですけどこれぐらいでやっていきます。ペースト状になってきましたね。それではジョイントの部分からパテ埋めしていきます。この溝に向かってパテを押し込んでいきます。
ぐっと押し込んで軽くしごきます。このコーナーもパテを入れていきます。ジョイントの部分にジョイントテープを貼っていきます。こんな感じでね、ちょっとこうメッシュみたいになってますね。このジョイントテープをなぜ貼るかというと、どうしてもこの家っていうのは木なのでこう動くので、こういう施工ボードのつなぎ目が動くことによってその上に乗った漆喰がですね割れてきたりとか、そういったことを防ぐためにこれを貼ります。これを貼ってもね、割れる時は割れるみたいです。この角の部分にも貼っていきます。ジョイントテープが貼り終えたところにさらにパテを入れていきます。次にぬりぬりに同級されてるシーラーを塗っていきます。じゃーんと。それではシーラーが乾いたのでぬりぬりを塗っていきます。これ化学接着剤っていうのかな、そういうものが一切入ってないこの自然派の漆喰になります。なんかむちゃくちゃ丁寧なんですけど、こういう綺麗に仕上げる漆喰壁7つの秘訣とかね、この漆喰の特徴とかきめ細やかに一緒にこの資料として梱包されてます。それではまずはこの初めはこういうふうにね固形っぽい感じなんです。これをしっかり踏み込んでペースト状にしていきます。ぐっとねこう踏み込んで、これでペースト完了ですね。こんな感じで柔らかくなります。最初こんな状態ね。でこうなってから開封していきます。じゃあ袋の中に残漆喰がかなり残るんで、ここをカットして全部取っていきます。よいしょよいしょ。この
バケツに移すとちょっとこう揉んでもらって、普通ならばもうこのまま塗り進めていきます。で今回これに炭を混ぜていきますんで、まず炭を投下していきたいと思います。こちらが炭になります。純粋な炭ですね。うわー、すごい粒子が細かいですね。これを投下。どれぐらいかな。とりあえずこれで混ぜていってみます。グレーになる予定です。ちょっとこのねライトグレーぐらいを目指してます。混ぜるの相当大変なんで、ちょっと攪拌機を借りてきました。いきます。すげえすごいすごい。ちょっと水いるな。水入れます。これね、多分あんまり入れすぎは良くないと思う。左官は左からっていうことらしいんで、この左上からこう塗り進めていきたいと思います。じゃあ塗っていきます。1回目はこういう感じで1ミリか2ミリぐらいの厚みを意識しながら塗り伸ばしていきます。めっちゃうまいじゃないですか。うまくないですよ。めっちゃうまい。いや、めっちゃうまいですよ、ほんまに。このしっくりが素晴らしい。いや、しっくりですね、これね。この角の塗り方ですけども、こう角にこうなすりつけながらこうやるとうまく塗れます。この角なんですが、ここはこういう向きでさっと1回目塗り終わりました。2回目に行くタイミングなんですけど、完全に乾く前にもう2回目を塗っていきます。こうやって触ってみて何もついてこないような状態になると、もう2回目行っていい合図なので、この辺のもう白くなってるの見えますかね。これはもう乾きすぎなので急いで塗ります。で2回目のタイミングはぬりぬりさんの公式のチャンネルでもご紹介されてますので、動画説明欄にリンク貼っておきますので、ぜひそちらもご参照してみてください。これが2回目終わったところで、こっちがまだ2回目行ってないところです。これぐらい差がありますね。じゃあこちら塗っていきます。今回はこのブラシではけ目をつけてます。デザインをつける時のタイミングはもう塗ったら2回目塗ったらすぐつけた方がいいです。なんで左官って左って書くんでしょうね。まあさっきもねちょっと話しとったんですけど、なんでやろうなみたいなね。これちょっとなんでか知ってる方ぜひコメントください。マジで知りたい。
よし、完了です。オッケー。こういうねブラシの型を今回つけてみました。ここを使ってるのがね墨職人さんなんで、ちょっとこう和チックなイメージでいけたらなと思ってこのデザインをチョイスしました。いい感じですね。で漆喰、普通のナチュラルホワイトに墨を混ぜてるんで、ちょっとこのブルーベースのグレーになってます。はい、今回は田川産業のオーガニック漆喰塗り塗りを塗ってみました。これね5キロと18キロがあるんですけど、5キロの方にこのカンカンがついてくるようです。めちゃくちゃなんかおしゃれなんですよ。今回漆喰を塗ってみて思ったんですけど、今回ねこういうプラスチックとこれはステンレス製のコテを2種類使ってみました。でこっちのプラスチックの方が素人にはいいんじゃないかなと思います。1回目はガーッとねしごいていくんですけど、2回目はちょっとこう緩めにこう角を当てながらなんとなくこうのせるような感じで塗っていくんですけど、1回目2回目通算通してこのプラスチックの方が塗りやすかったです。今回ね漆喰とかは電光工具も一切いらないので、道具もねこういうのがあればいいし、あと養生テープとかそういったものだけでできるので、やってみようっていうところでは非常に手軽な DIY なんじゃないかと思いました。次回の動画ではこちらの面ですね、こちらの面にフローリングなんですけど、このフローリングに墨を塗ってペタペタレンガ張りをしていきたいと思います。で墨を塗ってみたんですけど、こんな感じ、ちょっと渋い感じに仕上がると思うんで楽しみにしていてください。それでは終了です。